今回は Linux Mint で Epson プリンタを使う方法を紹介します。Linux Mint って、プリンタとか、ちゃんと使えるの？はい。しかも最近は、つなぐだけで使える機種も増えているの。つなぐだけで？じゃあまず、最初から使えるようになっているか、確認してみるね。システムの設定から、プリンターを開くよ。ここに、プリンター名が表示されているか、確認してほしいの。見つからないよ。そっか、自動では追加されなかったみたいだね。今回は従来通りのドライバをインストールする方法でプリンタを使えるようにしていくよ。あ、そういえばドライバをダウンロードする前に確認してほしいことがあるの。何を確認するの？プリンタの設定ができるアカウントか確認したいの。ターミナルを開いて ID って入力してもらえる？ ID と、これでいいかな？いろいろ表示されたね。この中に LP アドミンがあるか確認してほしいの。LP アドミンがあるよ。もしかして、LP アドミンがないと困ることがあるの？そうなの。プリンタの設定には LP アドミンが必要なの。もしなかったら最初に作ったアカウントにログインし直そうと思っていたの。最初のアカウント？最初のアカウントって、OS をインストールした時に作ったアカウントのことだよね。それって特別なの？そうなの。最初に作ったアカウントは多くの権限を持った特別なアカウントなの。その中にプリンタ設定に必要な LP アドミンも入っているのよ。ここからのプリンタ設定は LP アドミンのあるアカウントで進めていってね。それでは、エプソンのホームページへ行って、ドライバをダウンロードするよ。エプソン、ダウンロードセンターで検索してね。製品名と OS を入力すればいいんだね。最初の入力ボックスに自分の持っているプリンタ名を入力するよ。PX049A と入力するね。次は OS だね。Linux の名前のついたものがいっぱいあるよ。Linux Mint は Debian ベースの OS だから、Linux Dev X64 を選ぶよ。選択が完了したら、検索用のボタンを押してね。検索ボタンをクリックしたよ。この機種は複合機だから、プリンタとスキャナの両方のドライバがあるね。まず、プリンタドライバをダウンロードしよう。ダウンロードへ進むをクリックして、次の画面からドライバをダウンロードするよ。あれ、ダウンロードできずに、ブラウザで開いちゃったよ。こういう時は wget を使うといいよ。wget の後ろに URL を貼り付けるとダウンロードできるんだよ。ダウンロードできたよ。スキャナドライバもダウンロードするの？そうね。一緒にダウンロードしておくといいよ。でもね、今回はプリンタ設定に集中したいんだ。だから、スキャナは次回の動画で紹介することにするよ。では、プリンタドライバをインストールしていくよ。ダウンロードしたデビアンファイルをダブルクリックすればインストールが始まるからね。パスワードが要求されるんだね。インストールできたよ。インストールが終わったら、プリンタの設定をするよ。システムのプリンタを開いて、追加をクリックしてね。追加をクリックするね。ネットワークプリンターの三角マークをクリックして展開するよ。三角マークをクリックしたよ。少し待つと、ここにネットワークプリンタがリストされるからね。PX049A がリストされたよ。では、PX049A を選択して、さらに DNS-SD を選んで、進むを押すよ。DNS-SD の方を選んで、進む。これでいいかな？そうだね。最後に適用を押してね。
適用をクリックするね。これで、プリント設定のすべてが完了したね。じゃあ、早速テスト印刷してみるね。あ、ちゃんと印刷できたよ。やったね。ちなみに、ジョブの一覧はシステムトレイのプリンターアイコンからアクセスできるよ。それでは最後に、ユーティリティも見てみるね。今回は、インク残量の確認方法だけ紹介するよ。あれ、ドライバはインストールしたけど、ユーティリティは入れてないよ。大丈夫。プリンタの IP アドレスをブラウザに入力するだけで確認できるの。プリンタの IP アドレスか。ちょっとわからないかも。そういう時は、ARP コマンドを使うと便利よ。ネットワーク機器の IP アドレスをリストしてくれるの。プリンタらしいアドレスをブラウザで開いてみてね。あ、192.168.0.2がエプソンのプリンタみたいだね。こんな感じで、ユーティリティをインストールしなくても、ブラウザから確認できるんだよ。インク残量は製品情報から確認できるからね。あ、インク残量も確認できたよ。これで印刷もできるようになったし、インクの量もチェックできるようになったんだね。そうだね。今回のまとめはこんな感じだよ。次回はスキャナの設定方法を紹介するね。最後まで見てくれてありがとう。お疲れ様でした。